皆さんこんにちは。日本語教師の手塚です。今日は時間の短さを表す副詞、いきなり、急に、突然の使い分け方について説明します。日本人みたいに話したいっていう方は、ぜひ最後まで見てみてください。まず、こちらの文を見てください。運転していたら、猫がいきなり、急に、突然飛び出してきた。この文では3つのうちどれを使っても問題ありません。このように、いきなり、急に、突然はほとんど同じ意味で使える場合が多いです。しかし、中には3つのうちどれか1つしか使えない場合もあるんです。今日はいつどんな時に1つしか使えないのかをお話ししていきます。ぜひ違いを覚えて、いきなり、急に、突然を完璧に使い分けられるようにしましょう。まず、いきなりしか使えない場合です。それは、物事の順番を飛び越えた時です。例えば、田中さんは小学校を卒業した後、いきなり大学に進学したそうだ。普通は小学校を卒業したら中学校、高校、大学っていう順番で進みますよね。でもその順番を飛び越えたという意味でいきなりが使えます。この場合は急に突然を使うことができません。例えば日本語を勉強して3ヶ月でいきなり N1 に合格した。話したこともない人にいきなり告白されて驚いた。クッキーも作れないのにいきなりケーキを作るなんて無理だ。このように物事の順番を飛び越えたときはいきなりしか使えません。次に急にしか使えない場合です。それは予想できることが予想よりも早く起きたときです。例えば、中学生の弟は今年急に背が伸びた。中学生が背が伸びるのは当たり前で予想できることですよね。背が伸びるのは予想していたけれど、予想以上に伸びるのが早かったという意味になります。この場合は、いきなり突然を使うことはできません。例えば、12月になって急に寒くなってきた。60代になってから急に白髪が増えた。毎朝勉強するようにしたら急に成績が伸びた。このように予想できることが予想よりも早く起きたときは急にしか使えません。次に突然しか使えない場合です。それは予想できないことが一瞬で起きた時です。例えば、突然空に大きな虹が出た。大きな虹が出るのは予想できないこと、そして一瞬のことですよね。さらに言うと、自分ではコントロールできないことです。この場合は、いきなり、急にを使うことができません。例えば、夜中に突然大きな地震が起こった。突然、ラジオから歌が聞こえてきた。何年も連絡がなかった友人から突然メールが来た。このように予想できないことが一瞬で起きたときは突然しか使えません。いかがでしたか？3つの使い分けについて学びました。では復習しましょう。物事の順番を飛び越えたときはいきなり。予想できることが予想よりも早く起きたときは急に。予想できないことが一瞬で起きたときは突然しか使えません。この3つの違いを覚えて、ぜひ日本人のように使い分けられるようにしましょう。メッシュクラスには他にももっと自然な日本語会話をするために役に立つ動画や JLPT の漢字や聴解、読解の動画もあります。ぜひこちらもチェックしてみてくださいね。
そして、この動画がいいと思ったら、いいねとチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。